少なめ収入な私の今の暮らしの工夫についてお話をしていきたいと思います。私は今東京都内に住む28歳のフリーランスです。収入はそれほど多くありませんが、それでも自分が欲しいなと思ったものは買って貯金をして旅行にも行きたい、そんな今の私の暮らしの工夫について記録していきたいと思います。まず一つ目、自分の1ヶ月のお金の行方を書き出します。これは定期的にやっていますね。フリーランスで収入も変動しやすいので、3ヶ月に1回くらいのペースで時間を見つけてこういった作業をしていると思います。まず自分に今いくら収入があって毎月いくら出費があるのか、出費の中でも固定費と変動費がどれだけかかっているのかを全部書き出します。そこから抑えられる固定費はどれか、例えば家賃だったり携帯代だったり、家賃についてはなかなか変えられないところもあると思うのですが、私の場合引っ越しのタイミングで自分の月々に使いたい額だったり貯金したい額だったりと自分の住みたい家の条件を天秤にかけたりして、ものすごい探して今の部屋に決めました。私は今妹と2人暮らしで家賃は折半しているので、都内の相場に比べたらかなり安くていい部屋に住めているかと思います。古いですが眺めのいい大好きな部屋です。あと携帯代は固定費を見直すときに一番手をつけやすくて、長い目で見てかなり大きな節約になる部分かなと思っています。私は Y モバイルのシンプル M2980 円に10分までの電話かけ放題プラン700円をつけて月々3680円ほどの料金にしています。家に Wi-Fi があるので、外ではシンプル M の15ギガで1ヶ月ちょうど足りるか足りなくなってもギリギリ使えなくないので、不自由しない範囲でこれを選んでいます。固定費を見直したり変えたりするのはすごい大変だしめんどくさかったりするんですけど、本当に塵も積もればで年間で見たりするとかなり大きな節約になったりするので、固定費を見直すことから始めるのが大事かなと私は思っています。変動費は本当に月によっても変わるんですけれども、自分の欲しいものだったり自分の行きたいこれからの旅行だったりに必要な経費を考えて、じゃあこの月の変動費の予算はこれぐらいで設定しようかなと毎月目標額を決めて家計簿メモに記しています。私は家計簿はそんなに緻密なものはつけていないんですけれども、スマホのメモを使ってこんな感じで食費、日用品、交際費、娯楽費のようにそれぞれの目標予算を月の頭に記入して、お金を使ったらどんどんここに金額と使ったものの名前を記入していきます。普段ペイペイなどでお金を使っているという感覚が薄まってしまうことが多いのですが、こうして逐一メモをしていくことで、ああお金を使ったなという感覚が芽生えるので、無理のない範囲で節約をするぞという月にはやるようにしています。2つ目は触らない貯蓄のお部屋を作ってあげることです。私の場合はこれが2つあって、1つがパンドラの箱と呼んでいる銀行口座、もう1つが積立 NISA です。積立 NISA は老後の資金のためにもう本当に放っておくだけで、普段は全然気にすることなく、たまに見てちょっと増えてるなとか思う程度なのですが、いつかもうちょっと投資についても勉強して負担にならない範囲でチャレンジしてみたいななんて思うこともあります。パンドラの箱は毎月の固定費と設定した変動費の目標額の余剰を貯金として給料が入ると同時にここに入れています。この口座に入れたら最後、もう引き出してはいけない触らないお金として積んでいます。私の場合は貯金をしているとすごく精神が安定するので、心の余裕のために無理のない範囲で貯金をしていますが、
貯金がなくても幸せそうだったり、日々を存分に楽しんでいる友達は周りにいっぱいいますし、貯金するよりもそのお金で何か物を得たりとか、経験をしたりとか、スキルアップの勉強のために使ったりとか、そういうことに今は使いたいんだという人もたくさんいると思います。お金との付き合い方は人それぞれなので、自分のやりたいことや目標と天秤にかけて、私は精神安定のためにある一定の貯金はするようにしています。3つ目は断捨離をすることです。断捨離をすると、ただ物が減ってすっきりするだけじゃなくて、自分が今何を持っているのかということを把握することができるので、ストレスが溜まった時など、心がとっちらかった時に特に私は無駄遣いをしてしまうのですが、そういう時にも今自分が持っているものを把握していることで、余分なものに目が行きにくくなるなと感じています。あとは断捨離をして残った愛着のある自分の今の手の中にあるものを大事にしようと思うことができるし、本当に欲しいものだったりとか、今必要なものっていうのが断捨離をすると見えてくるので、ただなんとなく欲しいなじゃなくて、本当に今自分が欲しているものに対してこだわりを持って探すことができるので、断捨離は定期的に続けていきたいなと思います。4つ目は、新しく手に入れるものはこだわりを持って選ぶことです。これは断捨離ともつながっていることなのですが、ストレスが溜まっている時とか、心だったり部屋が散らかっている状態で欲望の赴くままに物を買ったり手に入れてしまうと、後で後悔したりとか、せっかく買ったのにやっぱり無駄だったなと大切にできないことが私は多いので、新しい何かを買うときにはまずちゃんとリサーチをして、機能的にもデザイン的にも、そしてできたらそのものが作られる背景的にも自分が愛せるものかっていうのを選び抜くことが大切だなと感じています。調べていく時間も愛着が湧くきっかけになるので、時間をかけて私は選びたいなと思っています。あとは安いものをちょこちょこ買うよりも、たとえそれが金額的にちょっとお高めのものであったとしても、長く愛せるものをお手入れしたり繕ったりして使い続けるっていうのが私はいいなと思っています。5つ目は、簡単でもいいから自分で作って食べることです。食べることが大好きなので、美味しそうで気になるお店があれば外食もしますし、どうしても疲れちゃった時には外食に頼ることもあります。でも基本的には外で仕事をするときはお弁当を持って行ったり、夜は簡単に自分で作るようにしています。料理をしていると集中して無心になれるし、やっぱりあったかい食べ物は体も心も温まるので、健康にも心のためにも節約のためにも自炊はいいなと思います。お弁当はスープを作っておけば、あとはスープジャーに詰めてちゃちゃっとおにぎりを握るだけです。飲み物は水筒をできるだけ持ち歩くようにしています。温かいお茶も持ち歩けるので、出先でもほっと一息つくことができて、ちりつもな節約もできて一石二鳥です。6つ目は、集中できるルーティンを作ることです。私の場合は最近ジムを始めました。何かに没頭したり夢中になったり集中する時間を増やすと、考え込んでも仕方のないようなこと、煩悩とでも言うんでしょうか、そういうことについてもやもやと思いを巡らせてしまう時間が少なくなって、自分のリズムができるのがいいなと思っています。私の場合、無駄遣いをしてしまう時というのが、熱中できることがなかったりとか、没頭できることがなかったりして、だらだらもやもやとしている時が多いので、メリハリをつけて自分の集中できる暮らしのリズムを作ることが大事だなと感じています。あとは
どれだけだらけてしまっても、今日の私はこれだけはやったぞっていう自分への保険というか自信にもつながるので、月の会費を払ってでもジムで体を動かす習慣は続けていきたいなと思っています。7つ目が、自分が利用できる給付金だったり自治体の制度を存分に活用することです。知らないで損をしていることってたくさんあるなと思ってて、特に自治体の給付金制度などは自分が対象であるにもかかわらず気がつかずにいつの間にか申請期間が終わっていたなんてこともありました。誰も教えてくれないし、手続きも煩雑で一見難しいことのように思えるかもしれませんが、結構大きな額だったりするので、私は同業者のブログなどでできる限りアンテナを張って情報を得るようにしています。私は会計士の山田真也さんの YouTube で情報収集することが多いです。とってもお世話になっています。以上が少なめ収入でも貯金をして旅行にも行きたい私の暮らしの工夫7つでした。今年は3カ国旅に行けたらいいなと思っています。最後まで見てくださってありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは良い一日となりますように。